テキラノテチョンです。今回ね、クランリーグからやっていきたいと思います。というわけでね、ちょっと期間が空いちゃったんですけど、画面がね、ちょっと、録画ソフトに映んなくなっちゃって、ちょっとさっき、いろいろ、バグりかけたけどまた復旧したみたいな感じなんで、多分大丈夫だとは思うんですけど、そんな感じでしたと。というわけでね、44点といいですね。早速やっていきましょう。はい、というわけで、やっていきましょう。さっきね、別の形では撮ったんだけど、それがね、またグログロになってて、画面が。多分こっちね、戻った感あるんで、そうですね、大丈夫そうですね。もうありえんカックカクみたいな感じだったんで、画質いいのにカクカクとかいうね、ちょっと矛盾みたいな動き方してたんで、というわけでやっていきますが、多分ね、僕のあれだね、このクランリーグ系のあれだと初めて出てくるかなと思うんですけど、水さんっていうね、僕のメンバーシップ入ってくれてる方で、結構うまいんですよ。編成的には結構いろいろやってたんですけど、今回はスパネクでのアタックになってますね。ちょっとね、引退された、弟子さんとかがね、結構引退されちゃったりとか、リーグもね、結構メンバー減ってしまってというところだったんでね、ちょっと今回、リーグ2からね、チャンピオンズリーグ1にね、勝ち上がるためにっていうような回だったので、ちょっと、ね、サポートメンバーとして入ってもらいましたって形です。さあ、まずファイヤーボール真ん中の方に飛ばしつつ、合流を図って、外周部はクイーンを使っていくという形のスーパーネクロですね。結構一般的なやり方かなというところ。で、中央に関してはキングで、クエイクブーツで奥穴開けをしていくっていうような形ですね。1層目はジャンプで奥でクエイクブーツでっていうのが、基本的になっていきます。で、タウンホールポイズンを受けないのがね、やっぱり強いので、ここ、ドッカーンといかないのがね、やっぱ今までの陸編成のきついところがなくなったところと。で、ロイヤルチャンピオンを反対させてというところで、陸編成からするとね、新ヒーローのね、ガーゴイルプリンスなんて全く関係ないですからね。おー、スーパーネクロが、飛ばされてしまいました。壁の中に。僕紹介の時に、飛ばないよって紹介したと思うんですけど、飛ぶんすね。僕がやった時はね、何回やってもね、飛ばなかったんだけど、多分、法則とかあるのかな？壁で囲ったところからやったりしてもね、飛ばなかったんだけど、飛ぶみたいっすね。ユニットの残りはすごいっすね。4ヒーロー全部残っての全開です。さあ、ニャロメと、ニャロメはこのリターンを使った戦術をね、やってましたね。空飛にしてもお出飛にしても良いみたいなようなことをツイッターの方でも書いてましたが、基本的には多分お出飛を軸にすることの方が多そうな見た目はしてたんだけど、どうでしょう。まずはロイちゃんから入りましたね。ロイヤルチャンピオンクエイクと、クエイクも採用していくのが、あれですね、ファイヤーボールも入ってるって感じで、まずはロイヤルチャンピオンの削りから入って、12時お出飛言いましたと。おー。ちょっとマルチ IT 残っちゃいましたが、ここロイヤルチャンピオンにリターンの呪文を割いていくような形。リバイブではなくね、ここはリターンの呪文という形で、また別のところで使っていきたいよっていう形ですかね。使い分けるような感じだとそこですよね。ロイちゃんをどこから使いたいか。突撃艦が飛んできました。マルチ IT でいいからっていうような突撃艦ですかね。チェックも特になく。これ防衛のガーゴイルプリンス強いですよね。イエティ側からは反撃ができず。で、ストライカーを当てますが、ここまでタイミングが良くないとなかなか処理ができないと。2体を使ってようやく処理をすることができました。3時と9時と両サイドにちょっと削りをちょっかい入れてみたって感じかな。ここでババキン登場、クイーンまでつけていって、反対サイドはイエティという形。主力のユニットがほとんどいないんでね、これスーパーじゃないや、ロケットバルーンなんで、ロケバルなんで、ヒーローでできるだけ削りを入れなきゃいけないというところで、ここはいいファイヤーボール与えて、タウンホール区画ちょっとダメージを入れていき、サッカーボールで落としていきます。強いね。このキングのスキンって見た目小さいからさ、あの見た目からこんなダメージでのちょっと一瞬脳がバグるよね。
だ援軍細かいですね、ここ。いいですね。6時間の方は空に対応する防衛説がもう事前に切れているので、ガーゴイル回収を入れつつ。さあ、龍炎砲が両サイド降り注ぎます。いいウォールブレーカー。中心部ウォールブレイクして、奥の方へ連れていく。そうするとまだロイヤルチャンピオンリターンでそういえば回収したやつがいますね。裏からユニット出して、ストライカーの量がすごいな、この編成。さあ、ここからリターンで出てきたロイヤルチャンピオン追加ですが、これワンチャンリバイブのが強い説はきわいな。リバイブって火力の高いところから復活しないといけないからね。リバイブしたところで。どっちもどっちって感じかな。まあ、リバイブ解放してるとは限らんしね。さあ、ロイちゃん最後は回収させての全開ガーサス。さあ、各スーパードラゴンリターン型。前の動画でも紹介してるかなと思うんですけど。このスーパードラゴンね、いいね。リターン型も。ということで、ジャイアントアローとんでもない方向飛んでたけど、そんなことあるみたいな。えぐいジャイアントアロー飛んでいきましたね。クイーン横向いて出てきたってこと？目的は安いだったんかな？角度的には。物入りするのか？ジャイアントアローえぐいね、今の。きついね。そしてちょっとカットもウォールブレーカー入れたんですけど、クイーンは入ってくれずというところですね。もうレイジまで置いていく。パ力高いぞ、ここ。そうっすね。ここストライカーも長弾大砲のダメージ入っちゃうようなポイントなので、ユニコーン死んだ後ね、やられるのでフリーズが欲しいところ。結構削り見ますね、これ。そこから6時にクイーンを戻して、そうなると中心入れていく感じかな、スーパードラゴン。ってなると安いやっぱ降りたかったところにはなりますね。はい。これクイーンがね、戻ってきちゃう可能性があったので、しっかりスーパードラゴンでサイドカットをしてあげて。うん、強いね。両ヒーロー、スーパードラゴン、あっさりカット。ここでスーパー、ガーゴイルプリンスの能力を使って、まずトームを温存していくような使い方。中心部まで持っていってからの、トームを合わせていく。反対サイド10日兵士来ましたね。10日プラスのロイヤルチャンピオン。本来なら折れてるはずの安いパンに対してフリーズをかけていきつつ、中心貫通タウンホールスーパードラゴン届くか。呪文の方は残りスケルトン1枚となっております。スーパードラゴンタフだね、これね。レッドゲージからだいぶ耐えてる。強。あのドラゴンで押し切っちゃった。で、10日弊社からもスーパードラゴンが出つつ、スケルトンの呪文で散らして、クイーンの方もロイヤルチャンピオンもスーパードラゴンもかなり残ってますね、これ。めっちゃ強い。かなり余裕の全開。いい全開ですね。バーサス。やったくんルートライダー。ルートライダー編成もね、使ってる人が全然まだまだいるっていうところで、キングからのクイーン、10日弊社を置いて、ルートライダー真ん中というような、いつもの形ですね。タウンホールがここね、外攻撃届くようになったところっていうのは、今回タウンホールになってからの強みではあるんですけど、援軍も、この相手結構あれだね、配置によって防衛援軍がちゃんと変わってるタイプですね。救援砲が、こっちだけギリギリ。それ届く範囲だったんか。なんか、エアスイと同じで向きと錯覚するような。ルートライダージャンプした。ドルイド1体まだ手元に残してるので、どこで刺すかを考えてるような状況かな。
外周部にユニットいるとね、そっちにドルイドされちゃうからね。後差しも結構出すタイミングと場所が難しかったりしますよね。あとはスーパーバーバリアンが9体いるので、そうですね、後ろから散らして、この長弾大砲のターゲットを拾って本体に当たらないような形をとって、まあ、この、オーバーグローをね、タウンホールに必ずしも合わせなくて良くなったみたいなのが、やっぱこの編成、強くなったというような場所だとそこだよね。呪文もユニットもたくさん余って、解けるのを待ってる状況。余裕の展開ですね。強いね。バーサス。はい。自分のアタックですね。ライドラッシュ。あんま記憶ないんだけど、あんまりいいアタックじゃなかった気がする。とりあえずシューターポンといて、アーチャー置いて、今のレイジタワー据えてたら美味しかったね。今ピクってなってたんだけど。まあ、6時から角度つけて安いよりに行ったと思うんだけど、あ、そうっすね。安い寄って、ジャイアントアロー。対空砲とかも売れるしね。サイドカット、ベビーからのライドラ、うわーってやって終わり。で、1体だけずらして9時上とかに置いたはずっすね。そうっすね。で、キングと当たるとこにはストライカー合わせつつのトームを入れていくような状況で、はい。ここ結構火力も高いですからね。で、多分ストライカーでアイゴレ釣れちゃったんだね。この、キングと当たったところストライカーさすがに欲しいので外周部。これアイゴレ釣れちゃったのがね、あんま良くなかったですね。で、まあ、こうなった時、こっちサイドの防衛施設を削る人がいないといけないので、このライドラに全てをかけて突っ走らせました。まあ、これ結果的には良かったですね。左サイドがこれで完全に突破することができましたので、あれがなかったら結構きつかったんじゃないかなと。しんどいですね。で、僕がフェニックスをしてるんですけど、このガーゴイルプリンスには、こういったところが強くて、結構ね、ライドラとかやってるとあるんですけど、本体と結構ずれて動くことが多いので、まあ、単独でバトリに行っちゃっても、こうして、なんだろうな。なんか別れても必ず仕事をするっていうのが強いかなと思っています。さあ、あとは呪文がフリーズ一発というところで、まあ、スケルトンとかにもフリーズポイズンを合わせつつ、ロイヤルチャンピオン能力を使って、ここ爆破がね、受けないのがやっぱね、いいっすね。ロイヤルチャンピオン結構しんどいところであったんですけど。いやー、渋い全開だね。いや、攻めながらこれ渋って思いながら攻めてたんだけど。自利品ですがね、全開まで持っていくことはね、大事ですからね。さあ、よっちさん食いラバということでね、この環境やっぱ食い火って結構きついと思うんですけど、ずっとね、食い火やってる人なのでね、今の環境での食い火っていうのもね、ちょっとこれで見れるかな。逆にできてないもん、食い火。怖くても食い火なんて。試してないだけで実は強いとかもあるかもしんないからね。理論上結構きついけどね。ヒーラーが死ぬ要素が満載だったりで。クイーンとクイーンが当たるところ、キングの方はもう早めのサイドカット能力使って内が入れていくような流れになっております。そのリクスケやだ。せっかくカットしたのに。何のためにキングは早く能力使ったんだよという。いいリクスケですね、逆に言うと。ドリルを使っていきますが、多分これね、戻る読みで出したんじゃないかなと思うんだけど。ウォールブレーカーはこれ、龍炎砲ですが、ヒーラーがギリギリウォールブレーカーをつけてくれた。プラスドリルもついてくれたおかげで、なんとか耐えている。ドリルはタウンホールの方向へ。ウォールブレーカーシングルの方へ。強いね。で、ウォールブレーカー。いいね。めっちゃ穴開いた。タウンホールまではイエティで落とせるかどうかですが、まあ一応クイーンがね、全然触れる位置になってるので、はい。ターゲットを分散できたっていうところで強かったですね。いやー、うまいね。耐えてる。ちょっと嫌な感じにはなってたけど。
救援砲の裏からね、これ食い引こうして入れるのはいいですね。ロイヤルチャンピオンここで能力を発動して、あとはラバルというところで反対サイドから、まあ、安いに逆らわない方向でっていうところからスタートしていきましたね。まあ、トームはポイズンタート、マルチ IT、マルチアーチャーターのところまで貯めたいかな。うん。そしたら呪文使いたいですね。トーム中のバルーンを、で、ポイズンター吸いたいみたいな感じでもあるんで、内側ですって、駆け抜けて、クイーンロイちゃん上側で頑張っている。いやー、ナイス。まあ、今の環境、食い火はね、だいぶ渋いとは思うんだけど、それでもしっかり全開を取っていくと、対策されないだろうからね、食い火なんて。普通の人やんないからね、今。さあ、コマくんライドラ。コマくんもね、今回はほぼライドラじゃないかな、多分。さあ、アローをぶっ飛ばしていって、キングを追加。反対サイド、ベビドラサイドカットで、ライドラ、ボマー型で一気に入れていくっていう形ですね。ヒーローに関してはこれはロイヤルチャンピオン型ですね。キングクイーン、ロイヤルチャンピオンとオーソドックスな組み合わせ。さあ、援軍は細かい。やっぱ配置によって違うのがあれっすね。いいキング。実はね、この配置僕が攻める前にも残ってたんだったっけかな。なんか残り4つぐらいのうちの1つだったと思うんだけど、これが。ライドラでこれ同じことするか迷った配置だったんだよね。わかるなーと思って後で言ってみて。いけそうよな、そうよなーって。参考になったっすね。やっぱそれ大丈夫だったんだ、みたいな。なんかそういうの結構やっぱチームでやってるとあるよね。なんか同じような戦術やってる人の別のアタック見るのって結構参考になること多いんだけど。それいけたかとか。そういうやり方あったんだとか。やっぱそれいけるよねみたいな。そういう再確認できるのも面白いとこっすよね。という形で、9体型で4体ぐらい残ってますね。ボマーの中身も何だったかわかんないけど。ナイス展開。星さんのスパネクはバルキリーがたくさん入ってるって形で、前も言ったと思うんだけど、スーパーバーバリアンみたいな使い方が、イメージとしてはあるのかな。さあ、ここでファイヤーボールドッカン強いね。スーパーネクロ早めに合流して、キング。内側、クイーン、外側という形で入れていきます。強化弊社のセット。ペッカも内側入っていって、ジャンプで誘導していきます。ファイヤーボールでね、潰した区画にジャンプもかけることで、施設がないので絶対こっちに誘導できるみたいな。左に寄りすぎて欲しくないんでね、こういうところ。パラキングで穴割って、クイーンの方もウォールブレーカーつけてちょっとサポート合流をしつつみたいな感じかな。救援砲は裏を向いているので、バルキリーがサクッと回収をしてくれましたね。危ない危ない。で、爆弾の方も解除してくれました。ギガボム。援軍は細かいぞ。ポイズンが入ってない編成なので、ちょっと処理は時間かかりそうですが。レイジがまだ3発残ってますね。うわ、ウォーデンがめっちゃ持ってかれてる。バルキリーは追加していきましたが、ちょっとあーちゃんには刺さらず。まだ残ってたアーチャーが少しここで出ていきます。ネク強いね。
ここで能力発動プラスのレイジーで、まだレイジー一発ありますからね、これ。終点激重だな、これ。終点の火力よ。あ、まだあっちゃいたわ。しかもアイゴレまで出てきた。あ、そうか、クランジョもレベル上がってるからな。感覚この辺変わるよね、まだ。さあ、ロイヤルチャンピオン、レイジをここに置きます。レビオラ強いね、これ 3G。からの、バルキリー追加、ストライカーまで入れて、まあ、残ってるユニットすべてここに入っていくという状況ですね。うん。裏側も強いね。レイジバルキリー強いね。さあ、リンカーンさん、ルートライダー。この方もかなり、ルートライダー型をやってる印象ですね。バーバリアンからの10日弊社ロイヤルチャンピオンを置いて、ルートライダー発進という形になります。ちょっとキングに反らされたけど、ナイストーム。ガーゴイルプリンスが、うざい。ガーゴプリ触れるヒーローいなくね？防衛ガゴプリ対処できるやつおらんのだけど、誰だこれ削ってんの？これ誰が削った？南オーデンとかが自主性を持って攻撃した？もしかして。ウイちゃんも外いるもんね。これ誰が勝利したのこのスパ。偉すぎるやついる。あれついてないからね。フォックスついてないからね。フォックスじゃないや。ポイズンリザードついてないからね。南オーデン自主性持ったくね今。天才か？ポイズンだけじゃなかったね。ダメージ入ってたもんね。ああいうの結構陸編成からすると処理大変だよね。キング能力使って裏側貫通。まあ、クイーンの方はかなり余力がありそうですが、とはいえみたいなところもあります。タウンホールもまだ残ってる状況、ウォールブレーカーとか入れて下側削りを入れていくんですけど、ちょっと危ないですね。いや、これ結構ギリギリだったっぽいね。あー、いい。トルネード、うざいね。うざいよ、それ。ギリギリ耐えた。クイーンの能力これ入ってたら結構きつかったんじゃないかな。さあ、もう残りクイーンのみという状況で、フリーズも一応一発あるんでね、これが助かりましたね。あと、タウンホールに爆破がついてないのもありがたいと。まあ、全てこれが回復されてしまうような感じなんですけど、ここは先に能力を解放からフリーズを使って、裏にスーパーバーバリアン、ウォールブレーカーまでつけていきます。ここでドッカーンといくとね、今、クイーン一体やられましたね。うん。タウンホールポイズンあってもギリ寄せるぐらいかな。どうだろう。さあ、もう一方ね、もう一人サポートで入ってくれた方です。オデヒーのファイヤーボール型ですね。まあもともとはね、オデヒーのスパネクをずっとやってた人なんですけど、ファイボの方がアップデゴ強いですよ、みたいな。結構前のアップデだけど。紹介いたしまして、スパネク型で、結構ね、ガクのアタックとかも参考にしてるらしいですね。さあ、ウォーデンと当たるところ、ここはストライカーもう一度サポート入れてあげて、うん。アーチャーがいるぞ。おー、気づいた。さあ、ファイヤーボール内側寄せて、ここでクイックつけて。回収、ベビドラとか強そうだけど、上が。ちょっと削りたいっすね。下側の方戻っていきまして。レイジ。呪文もね、結構割いてるんでね、残り気をつけたいですね。うわぁ。さあ、ここもう一度出し直して、これね、援軍処理中にオデヒーデモノリス打たれるのだいぶきついですからね。援軍はアイゴレ。ロケバルサポートを下側入れてあげます。なんとか。タウンホールまでこれ拾いに行きましたね。HP 結構ね、5で削れてもいたので。あ、でも一瞬これウォーデンがロケットバルーンに食いつきまして、ターゲットが一瞬防衛援軍ではなくなった。そういう誘導の仕方も確かに。
さあ、おでヒーローに気づいちゃったので、合流していきます。キングの方は外周部に回っていく。結構しんどそうっすけどね、この状況。残りロケバル3体だけでしょ。クイーンの方はここで能力を割きます。援軍からはイエティが3体。やっぱクランジオがね、広がったことで、こういう援軍も入るからね。で、ロイヤルチャンピオンは、ギア型で、フェニックスがついてるので、無限に稼働すると。中心部はこのね、おでんと、クイーンで頑張っていきたいところ。キング穴開けからのラスト、ロケットバレーン。イエティ来た。イエティサポートマルチに刺さって、あとは裏側回収で全開です。ちょっとしんどい展開になりましたね。ロケバルをたくさん使わされて、サポートがね、結構呪文も咲いてっていう形だったんで、結構なんだろう、食い火みたいな感じだったね。火力の高いところをおで火で。まあいい意味でも悪い意味でも、なんか無理を通したみたいな感じでしたね。だいぶ無理っていうか火力の高いところを無理くり通したというような、そんなおで火を貫通させてのプランでしたね。ナイス。3時クイーンと6時10日弊社、そして中心部でルートライダーというような形です。役も採用されてますね。千葉さんもね、昔から結構、ラッシュ系をいろんな編成、いろんなやり方で、なんかライドラ系だったりとか、ルートライダーだったりとか、いろいろやる人なんで、その環境で一番強いね、ラッシュを、みたいな感じだけど、みんな、ぴょんってした。ルートライダーが飛び跳ねました。このオーバークローをタウンホールに合わせなくてよくなったのは結構強いんだよね。星1のリスクもシンプルに減るからね、タウンホールを最後に残してやるっていうようなルートライダーの使い方だと、オーバーグローの使い方だと、シンプルにタウンホールが最後なので、星1のリスクもあるんだけど、タウンホールからね、タウンホールポイズンを受けなくていいんで、タウンホールじゃない火力の高いとこ止めちゃった方が強くねみたいな感じで。さ、こういう、龍炎砲隠すとさ、表向いてるとき攻撃できたのに、もうこれ裏行かれたときもう弱いみたいな、この龍炎砲の、なんかアンチスペルとしてオーバーグローっていうのも結構いいチョイスっすね。完全にね、仕事できなくなっちゃいましたからね、龍炎砲。せっかくね、自分が向いてる方向から来てくれたのに、いなくなっちゃったからね、ターゲットが。さあ、カズマくん、ここは綺麗にバーバリー。嫌な巨爆。間に合った、危ねえ。迫撃砲が2本あるところからね、シュータースタートで、ちょっと巨爆にやられましたが、イエティでここはもう、ターゲットが取れるので OK と。うまかったですね、今の小技。こうすることで、シューター無双がこの9時のところできるというような状況。受けたダメージは巨爆のみというところで、巨爆に関してはちょっとね、しょうがないようなダメージだったんでね。テスラも見えた。いいね。そしてファイヤーボール。クイーン処理プラスのいいクエイク。ちょっと残ったけど、そんなもん何かが当たれば OK と。オールブレーカー通常ですね。通常オールブレーカー11枚。これ9時シューター強いね。強っ。バルキリー13体にルートライダーなんだけど、これどうやりますかね。シューター一発撃て。撃てず。全部それるんだ、それ。シューターの中身は全部どっか行っちゃいました。さあ、6時からクイーンを出して、アイゴレつけてガヤオリュウという形。ボールブレーカーを走らせていきます。なんか防衛軍すごいの来た。あんなに防衛軍ちゃんとしてるクランです。スーパードラゴン登場ということで、これも多分なんか意図があるんだろうな。いいクエイクですね、今。マルチアーチャーターがね、ずーっと HP ギリギリだったんですけど、なんとか耐えた。で、ちょっとおでひが横打ちを受けつつ、キングの穴開けも
特に広げた感じではないと。で、裏からルートライダープラスのバルキリー。いつもの編成って感じで、ルートライダーの役割としてはそんなにはない感じかな。ロイちゃんにこれ、タウンバック入んねえの強え。クイーン、クロークか、それは。クロークフローズンアロー。うまいね。やりくりしてるね。さあ、ニャロメ、こっちのアカウントはライドラッシュ。エアスイの向きがね、タウンホール側吹いてないんで、そっち側から行くのか、それともエアスイ追って別のところから行くのかって感じですけど、まあ基本はタウンホールから行くことの方が多いようなタイプの形かな。キングでサイドカットもしてクイーンを内側に入れていくような形を取りたいが、ただ1枚レイジからライドラのサイドカット入れてあげて、クイーンの方もちょっとやばくなってるのしっかり見えてますね。レイジフリーズ、クイーンを投石の方に戻したい。戻したいよー。入らないよー。さあ、ここでタウンホールプリズン受けないの強い。クイーンの方も、ここ内側からそんなところから殴られるんだ。思った以上の長射程。さあ、残った投石機に対してロイヤルチャンピオンがサポートで入ります。いや、ライドラの貫通が強い。いや、強いのよ、ライドラマジで。フリーズかけて、タフだからね、想像以上に残ってくれるということで、ライドラの数もすごいし、ロイヤルチャンピオンも残ってるし、スパガゴもね、出てきて、この形ね、ガーゴイルプリンス使ってもキング使ってもね、どっちも強いですからね。ラストヒロヤスさんはスパネク編成という形で見ていきましょう。ファイヤーボールもね、まだまだ変わらず、ちょっとテスラ嫌ですね。いいテスラということで、5を打つことができません。インビジブルで隠して誘導かけたかったんだけど、こういうテスラ厄介。フロスティってちょっとね、あれだからね。前に出て、テスラとかもね、起こすタイプのヒーローペットだからね。起動させるタイプの。ここ、ボムタワー削れば、時間はかかりましたが、ようやく撃てるかな。はいはいはい。なんとか撃てたが。危ない危ない。スーパーネクロちょっと逆走仕掛けたけど危ない。一体だけそれたにとどまりましたね。ちょっとヒヤッとする入りになっちゃいました。反対サイド投下キクイーンを使って、内側キング。やっぱこう見ても防衛クイーン強えな。レイジフリーズ。フォームがないからね。火力の高いところはしっかり抑えたいところ。キングは、ここで能力使って穴を開けつつ、サッカーボールでダメージを入れていきます。さあ、ロイヤルチャンピオンは、おでん落とされる。スパネクがギガボム当たったり、ロイヤルチャンピオンとスーパーホグ合流。ジャンプありますね。フェニックスってシンプルに強いよな。さあ、ロイヤルチャンピオン。ブーメランプラスのロケットスピア解放。火力の高いところですが、結構ユニット残りましたね。ちょっと入りのね、この 5RR のこの嫌なテスラ。
テスラでね、ファイヤーボールを吸ってやろうっていうような、いいテスラでしたね。はい、というわけでね、見ていきました。まあ同じ編成、まあ特にね、ライドラッシュみたいななんか、あんま形変わんないようなやつでも、ヒーロー、つくね、ヒーローによって、やっぱ、変わりますからね、キング使うのか、ガーゴイルプリンス使うのかみたいなところで、まあ僕はちょっと面白いんでっていう理由で、キング外してガーゴイルプリンス採用なんですけど、キングめちゃくちゃ強いからね、うん。ガゴプリも強いからね、とはいえ。まあレベルがちょっとね、やっぱ、カンストしてないっていう意味で言うと、圧倒的にキングの方が使うメリットはあるんだけど、まあ、その辺は割と好みも出てくるかなっていうところで、空系だとね、ちょっと選択肢の一つとしてガーゴイルプリンスの採用っていうのが生まれてもいいのかなと思います。はい、というわけでね、ちょっと14本とかなり多くなりましたが、こんな感じでレベルの高いアタックたくさん見れて嬉しいですね。ありがてえ。アンホール17始まったばっかと。というわけで、今日はこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。